はい、皆さん、コンタコス、タルタコスでございます。さて、皆さん、年末年始は、ミストランドで遊ぼうって思ってる方多いんじゃないでしょうか。ミストランドといえば、ダンジョンですね。ダンジョンは攻略できてますか？ダンジョンはなんとか攻略できるけど、そもそもダンジョン見つけられない。探索してると虫とか襲ってくるし、もういいや、マリカしようって方多いんじゃないでしょうか。そんな方のために今回はダンジョンを見つけるコツとダンジョンを見つける反則技、この2つについてね解説していこうと思います。では早速紹介する前に、最近ねいろんな方に見てもらって感謝しているタコスですが、ミストランドが出てから知ったって方も結構多いと思います。なので少しだけ自己紹介しておきますね。私タルタコスは見ての通りタコスをかぶってる VTuber です。皆さん気になるところはなんでだと思うんですけど、自分でもあんまり覚えてないですね。確かタコスの写真をなんかネットで見てて、でその時たまたまエビフライにタルタルソースつけて食べてたのは覚えてますね。でなんでか知らないですけど、これだと思って VTuber 始めた感じですね。さあ、ちなみにタコスを食べたことは一度たりともないです。で VTuber を始めてなんやかんやでバルフェイムの参加型配信で遊んでるうちにどんどん過激な冒険になっていって、墓を作りまくりいろんな経験を得てバルフェイムの革命児クローとかっこ笑いに至るわけです。バルフェイムはね素敵なゲームなんですけど、不親切なクソカラスによってわけのわからない点が多いゲームですね。そんなバルフェイムを今後も分かりやすく解説、そして裏技等を紹介していきますので、皆さん応援よろしくね。はい、以上自己紹介終わり。紹介しよう紹介。まずミストランドのダンジョンですが2種類ありますね。こんな形とこんな形。この2つのダンジョンの共通点はウィスプの明かりがついてることです。そしてシーカーが何匹かねいるのが特徴ですね。ダンジョンを探す際はまずウィスプの明かりを元に探索してもらうと見つけやすいのは見つけやすいですね。次にこの形のダンジョンなんですけど、見てわかる通りね尖った山が5個ほど密集してますね。よくね霧の地探索してて足場が悪くて上に行くこと結構あると思うんですけど、上に行った際にですねこんな感じで尖った山がですね5個ぐらい密集してるところがあれば、そこはダンジョンですね。上から見ると少し見つけやすいです。あとこのタイプのダンジョンは結構海際にあったりするので、霧の地を目指して航海中にこんな感じのね山を見つけたら、ダンジョンあるわと思って行ってもらったら大丈夫ですかね。はい、次にねこのタイプなんですけど、ドベルグの拠点がシーカーに占拠されてる場合ダンジョンの可能性が高いですね。こんな拠点を見たらですね気をつけて探索しに行きましょう。この場合ですね星1シーカー2体いるんでちょっと危険ですね。ちょっと駆逐してみようかな。単純玉結構強いんで単純玉で数減らしてから星1シーカーとかは怠慢でやってった方がいいっすね。ちょっと休憩済みとか忘れてるんで食事とかガタガタなんでね、これ皆さん参考にしないようにしといてください。AI も変わってるんでね。いたシュンシュンシュン。AI も変わってるんで前ほど攻撃は頻繁にはしてこないですね。ある程度攻撃し終わったらちょっと徘徊して再び攻撃仕掛けてくるみたいな感じの AI になってるんでね、ちょっと戦いやすいかなーって感じですね。
ちょっと時間かかっちゃったな。はい、ということでね、まあこんな感じでシーカー全滅させて下に行くとダンジョン待ってますね。まあなのでシーカーに占拠されてるこのドベルグの拠点、ダンジョンあること多いので、ぜひね皆さんもそんな感じで探してみてください。さて、まあダンジョンの見つけ方ね、少し解説してみましたが、まあそもそもね、霧がすごすぎてわかんねえよ。なんとかしようタコスって方、結構いるんじゃないでしょうか。まあ一応ですね、ダンジョン創作には裏技ございます。RTA とかで使われるんですけど、まあチャット欄を使ったテクニックですね。チャット欄開いて、スラッシュプリントシードズ、これを入力します。で、エンター押しますね。エンター押すとサーバーバージョン、まあホニャララメッタラっていう数字が出るんですけど、この数字のみが出た場合、自分がいる付近にダンジョンはありません。はい、ということでね、霧の地にやってきました。まあ霧の地でですね、まあダンジョンが近くにある場合、このねプリントシードズを押すとどうなるかというと、このサーバーバージョンの下にドベルガータウンクローンって書いてあるんですけど、これがですねダンジョンのシード地になりますね。ダンジョンが近くにある場合、このチャット欄にダンジョンありますよって教えてくれるわけです。で、重要なのがこのディスタンス、今 161.8 と出てるんですが、まあ、この右のディスタンスの数字がダンジョンと自分の距離を示してます。今これ 161.8 なんですけど、まあこれをですねちょっと移動してもう一回使うと、今ねこのディスタンスの値が 156.8 になってますね。つまりダンジョンとの距離が先ほどより縮まってるっていうことですね。あとはこの数字が小さくなる方向に移動してもらって、で時々さっきのプリントシードズで確認していって、数字が小さくなる方向へどんどん移動していきます。今が125、どんどん数値が近くなってきましたね。26.4、ここまで来たらもうダンジョンは近くです。で、目の前を見るとね、あそこにシーカーが占拠しているドベルグの拠点ありますね。まああそこがダンジョンになりますね。よいしょ。はい、ということでダンジョン発見完了ですね。まあということでチャットコマンドでプリントシードズを入力することによってダンジョンとの距離をね教えてくれるので、近くにダンジョンがある場合はこうやってチャット欄で分かることが可能ですね。まあ結構ね方角とか分かりにくいと思うので、頻繁にプリントシードズを入力してもらって方角を探しながらダンジョンを探すと結構簡単にね見つかると思います。でこの方法なんですけど、まあ、ダンジョン創作ならどこのバイオームでも使えます。まあ例えば洞窟、まあ最近ですね洞窟小さな湖も追加されたんで、皆さんね結構洞窟探索してる方いると思うんですけど、なかなか洞窟って見つけるの難しいじゃないですか。でそういう時にですね、まあこのチャットコマンド使ってダンジョンを創作する方法を覚えておいてもらったら、まあ洞窟でもね反応してくれるんで結構お手軽に見つけられます。まあ他にもね黒い森の埋葬室とか、まあ霊廟とかはあんま使わないと思うんですけど、そういうねダンジョンなら何でも引っかかるので、まあぜひねこのチャットコマンドを覚えて活用しといてもらったらいいかなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですねダンジョンの創作方法について解説してみました。まあどうしてもねダンジョン探してるけど見つけられない、どうしてもダンジョン見つけたいっていう方は反則技使っていただけたらいいかなと思います。はい、そしてね今回はですね動画もう1本公開してるので、もしダンジョンが難しいと思ってる方はぜひそちらもご覧ください。それでは皆さん良いお年を。最後までご視聴いただきありがとうございます。
そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。